はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今日は私の推しのボノボベスト3ですね。私が特に気に入っているボノボの3頭たちですね。この3頭たちについて紹介をしていきたいと思います。はい、以前の動画でも説明をしたんですけれども、私はコンゴ民主共和国のルオ学術保護区ワンバという場所で研究をしています。これが地図なんですけれども、コンゴ民主共和国の中央よりちょっと上ぐらいですね。本当に密林のところでワンバという場所でボノボの研究をしているんですけれども、ここのルオ学術保護区ワンバでボノボの調査を行っています。はい、こちらが詳細の地図なんですけども、ワンバルオ学術保護区には約100頭のボノボたちが生息しているんですけども、100頭以上ですね。その中でグループが4つありまして、E1 グループ、PE グループ、PW グループ、BI グループという4つのグループがあります。私はこの中で E1 グループですね。E1 グループの中のボノボたちを追跡して観察をしているんですけども、この E1 グループには約40頭以上ですね。オスメス、子供も含めて約40頭以上のボノボたちが生息しています。この40頭の中で私が特に気に入っているですね、特に好きな個体3頭について紹介をしていきたいと思います。はい、こちらが1頭目の個体ですね。デビーですね。メスの個体で、名前の由来がデビルから由来しているように、顔が非常にブサイクな個体ということで、私が気に入っている個体のうちの1頭です。霊長類学者は観察をするためにですね、研究をするために個体識別をすることが多いんですけれども、ご覧のようにデビーさん顔がブサイクなので、一番最初にですね、私が識別できた個体ということで、非常に、私にとっても思い入れのある個体ですね。やはりいつ見てもこのデビーさんですね、ブサイクな顔をしていると思います。とても可愛らしくはあるんですけども、やはり40頭いる E1 グループの中でもちょっとブサイクな個体だと思います。顔は非常にブサイクなんですけども、非常に見ていて可愛らしい個体だと思います。はい、このデビーについてなんですけども、非常に面白い興味深い動画が一つ、私が撮影した動画の中で一つ面白い動画があるので、ぜひ見ていただきたいんですけども、こちらの動画すでに YouTube 私のチャンネルの中でアップロードされているので、ぜひ見ていただきたいんですけども、こちらデビーですね。デビーが木の枝の上に寝転がっている動画ですけども、これ一見するとただ寝転がっている動画のように見えるんですけども、非常に面白い行動というか特徴が見られる動画の一つです。ご覧のようにこれデビー今妊娠をしている時なんですね。2018年に撮影したものなんですけども、この時デビーが妊娠をしていたんですね。お腹が今膨らんでいるので妊娠していることがわかると思うんですけれども、こちらの動画よく見てみるとデビーのお腹ですね、実はここお腹を蹴ってるんですね。お腹の中にいる赤ちゃんが今お腹を蹴るシーンが確認できると思います。この動画自体3分ぐらいの動画なんですけども、合計で4回ぐらいですね、デビーのお腹の中にいる赤ちゃんがお腹を蹴っている場面が確認することができると思います。非常に私もこの動画撮影していた時はですね、何気なく撮影していたんですけれども、後でよく見返してみたら、このお腹の中にいる赤ちゃんがお腹を蹴っていることが確認できて、非常に面白い特徴場面だなと思いました。私たち人の場合もですね、やはり女性ですね、妊娠していると赤ちゃんがお腹を蹴るようなことが確認できると思うんですけれども、ボノボも同じように赤ちゃんがお腹を蹴って、生きているんだよ、元気だよと知らせているのかもしれないですね。ただこちら2018年に撮影したんですけれども、残念ながらこの時ですね、この中にいる赤ちゃんですね、ちょっと流産してしまって亡くなってしまったんですけれども、嬉しいことに2020年にですね、またデビーが妊娠をして無事に赤ちゃんが生まれました。はい、こちらが実際に2020年に撮影したデビーですね。ご覧のようにお腹の上に赤ちゃんが乗っていて、無事に生まれたことがわかると思います。やはり非常に私も観察していて嬉しかったですね。思い入れのある個体という以上に2018年に流産をしてしまったのですごく残念だったんですけども、このように2020年にですね、また戻って確認したら無事に子供が生まれていた確認できたので非常に嬉しかったです。こちらの動画もですね、すでにアップロードされているので、見ていて非常に可愛らしい、愛らしい動画なので、ぜひご覧ください。はい、こちらが
私の推しのボノボですね。2頭目のボノボ、たわしですね。オスのボノボですね。こちらおじいちゃんボノボですね。50近い年齢になると思うんですけれども、おじいちゃんボノボたわしですね。見ていてわかるように顔がすごい今しわくちゃですごく年を取っている個体だということがわかると思うんですけれども、この毛づくろいされている方がたわしで、この手前の毛づくろいをしている方がまた別の個体ですね。これは5種という個体なんですけども、5種が30歳ぐらいの個体で、たわしが50歳ぐらいのおじいちゃんボノボになります。なぜこのたわしさんがお気に入りかというと、たわしですね、不死鳥と呼ばれることもあるんですね。例えばボノボですね、年を取って死んでしまう間際になるとよくいなくなることが多いんですよね。例えばボノボの個体の死体ですね、老化によって死ぬことはもちろんボノボあるんですけれども、死体が見つからないことが多いんですよね。ただその死体が見つからない原因というのはいろいろあるんですけれども、例えば環境ですね、熱帯雨林などで腐食が早いので、死んでからすぐに腐食してしまってその死体を見つけにくいという、特徴もあるんですけれども、それ以前にですね、ボノボたちが年を取って死期を悟った時に、実はボノボたち、その死期を悟ったボノボたちは一頭で群れから離れて単独誘導をしてしまって消えてしまうんじゃないかということを言われる研究者、もしくは現地の人たちがそんなことを言うこともあります。例えば猫ですと、本当かどうかわからないですけれども、死期が近づいた死ぬ間際の猫というのは一人でどっか行ってしまうという逸話というか話もあると思うんですけれども、ボノボもひょっとしたら、死の間際ですねになったら、死期を悟ったボノボたちというのは単独誘導ですね、群れから離れて単独誘導をして一人で死んでいくという行動が見られるかもしれないですね。そしてこのたわしなんですけども、よく単独誘導をすることがあるんですよね。で、年を取っているからこそやはり死期を悟って単独誘導していなくなってしまったのではないかと考えられる場面が結構たくさんあるんですね。例えば私が2018年に観察していた時も 2,3 ヶ月ぐらいたわしが行方不明になってですね、これはひょっとして死んでしまったんじゃないか、死期を悟ったたわしが一人でゆっくり死ぬために単独誘導して群れから離れていってしまったんじゃないのかなと思っていたらですね、数ヶ月後いつの間にか無事に戻ってきているという場面、たわしが元気な姿を見せて裏に戻ってくるという行動が何回か見られたんですね。だからこそたわしはもう年を取ってもうすぐ死にそうな個体なんですけれども、不死鳥だと呼ばれることがあります。だからこそこのたわしにもですね、私の中ではすごく思い入れのある個体です。1973年からワンバ調査をしているんですけども、その1973年から実はたわしは存在しているんですね。だからこそ40歳50歳ぐらいでもうすぐ死んでもおかしくないような個体なんですけれども、不死鳥のように戻ってきて元気な姿を見せてくれる個体なので、非常に思い入れのある個体です。はい、こちらが私のお気に入りのボノボ、推しのボノボの最後の一頭ですね。フクですね、メスの個体ですね。こちら2018年に撮影したもので、私の動画ですね、チャンネルの中でもすでにこの動画はアップロードされているんですけれども、最も美しいボノボということで非常に再生回数の多い動画ですね。この時点で1300万回ですね、再生されている動画ですね。ひょっとしたら世界で一番最も視聴されているボノボかもしれないです。ご覧のように本当服、顔が美人でですね、地元の人ですね、やっぱ研究者の中でも最も美しい綺麗なボノボだと言われています。こちら2018年に撮影された動画なんですけども、実は服もですね、2018年の時に子供がいたんですね。船という子供がいたんですけれども、残念ながらこの船という子供が病気で死んでしまったんですね。ただ2020年に戻った時にですね、また新しい子供を出産していたので非常に嬉しかったですね。はい、こちらが実際に2020年に撮影した服の動画ですね。ご覧のように出産して、新しい子供ですねがお腹にいることが確認できると思います。こちら動画面白いことにですね、実はへその緒がまだついてるんですよね。服のですね、成否ですね、お尻の周りのところに黒い管のようなものがついているんですけども、これへその緒ですね。なので、多分この動画の撮影日の前日ぐらいに出産したものだと思います。ご覧のようにちょっと服がちょっと疲れ切っているのか、出産で疲れ切っているのかもしれないんですけれども、ぐったりとした感じで地面に寝転がって、その上に子供ですね。この時この子供ですね、オスだったのでフィストンという名前を付けたんですけども、フィストンが服のお腹の上に乗っ
て、疲れ切っている様子が見えると思います。そして今はですね、このオサムですね、子供のボノボなんですけども、オサムがちょっと心配そうに様子を伺っているのが見えると思います。先ほどのデビーの動画もそうだったんですけども、あの動画もちょっと出産の仕立てでですね、デビーも疲れ切っていたんですけれども、出産した後ですね、よく子供のボノボがこうやって覗き込んでくることがあります。ひょっとしたらちょっと興味深いというか、ちょっと気になってこのように覗き込んで、様子を伺っているのかもしれないですね。はい、以上が私の推しのボノボベスト3についての紹介でした。もちろんボノボですね、100頭以上、ワンバには100頭以上ボノボがいて、非常にみんな可愛らしくてですね、観察していて楽しいんですけれども、やはりそれぞれにですね、個性があってですね、私たち人も同じだと思うんですけれども、人の場合もそれぞれ個性があって、特徴があって、それが面白いとは思うんですけれども、ボノボたちにもやはり個性があります。その個性を見つけながらですね、観察をしているのが非常に面白いと思います。